聞こえますか、咲いてますか、天使たちのメロディー、遥かな銀河の海で最後の想い焦がそう。少女たちの頬ゆく心のエタニティ、絶対消えない勇気の絆、そう何度も切なさがこぼれて、それでも奇跡は涙裏切らなくて、笑顔になれた瞬間は君のそばにいて、羽ばたけることだって本当の強さだって、全部君が教えてくれた。舞い上がるよ新世界へ、赤きフレアのファンタジー、朝日が夜空咲くように眩しき明日を、そして夢は終わりなきそうなんて戦いの言葉はもういらない、この愛があるから、太陽の歌時を超えて。第11便移送完了。やっと終わりね。はい。白波入ります。ココさん、戦闘の報告書です。ありがとう、ご苦労様。副長の具合は？大丈夫よ、怪我は大したことないわ。よかった。他のクルーの皆さんはどうなんでしょう？幸い重篤な怪我人はなし。副長が万が一に備えてほとんどのクルーをバイタルパートに移動させていたの。もうナナちゃんが全員治しちゃったわ。そうですか。でも艦艇部自体は大変なことになってしまいましたね。そうね。今ステリーネさんが調べてるけど、メインエンジンがもうダメみたい。こうなるともう廃棄するしか。残念だけど。白き月からノア局長です。スクリーンへ。はい。お疲れ様です。アライアンスから返事はあった？はい、引き受けてくれました。助けてあげたんだから当然よね。なら予定通りそこで待ってなさい。できるだけ急いで向かわせるから。了解しました。それじゃ。さてと、アライアンスがどうかって聞いたらまずいですよね。すいません。聞かれたくない話だったらそれなりのことをしてるわよ。主力部は守りが弱いでしょ。だから護衛を要請したの。アライアンスに？そう、新しい艦艇部が到着するまでね。新しい艦艇部？そんなのあるんですか？ええ、実はエデンでルクシオール2号艦が建造中、完成予定日も間近だから、急遽艦艇部だけ仕上げて送り出してくれることになったのよ。はあ。でもここで待つんですか？早く合流するためにこちらからも向かった方がいいんじゃ。一歩引いた状況判断ができてないわね。主力部は機動力、攻撃力に優れてても
スピードは出ないし守りも弱い。長距離を移動するとなるとリスクが高いわ。でもここならガス運という逃げ場がある。総合的に判断すると艦艇部の到着を待つ方が得策よ。なるほど、勉強になります。でもまさかこの船の2号艦が建造中だったなんてちょっと驚きました。軍に秘密はつきものね。またそれですか？そんなわけだから艦艇部到着までの期間を利用してエンジェル隊には少し長めの休息を与えます。来るべきウィルの新たな襲撃に備え十分に心身を休めること、命令よ。了解しました。艦長、ハーコット様から通信です。あ、では失礼します。ごめんなさいね。いえ。響くん、スクリーンへ出します。どうもさてさて、それじゃあみんなに休息のことを知らせなきゃな。おらおら。ん？来た来た。まあワイルド。なんだ？どうだ。ありゃ、なんで俺が最初かよ。ねえねえ、もう少し可愛いのないの？アニスにそれは無理な話でしょ。なんでだ。なんでって言われても。何やってんの？そんな格好で。あ？どうせ休みになんだろ。え、どうして知ってんの？今までのパターンからいや、このタイミングで数日の待機、休暇になるに決まってんじゃん。みんなもそう言ってるぜ。さすが。こういうことにはアニス以外も敏感だ。いや、まあ確かに休暇なんだけどさ、それとその格好に何の関係が？これか。今頃照れんのかよ。これはなんだ、きっと休暇になるって話をみんなでしてたらよ、こんなガスの中じゃ洒落たもん着て買い物もできやしねって話になって、したらなんかお互い持ってる私服のな、お気に入りを見せ合うってことになっちまったんだよ。はあ。てかあいつら遅え。俺だけこんな格好じゃみっともねえじゃんか。それはみんなが遅いんじゃなくてアニスが早いんでしょ？なんで？だってあまり服を持ってなさそうだもん。なるほどな。確かに納得しちゃうんだ。お休みになるのだ。みんながそう言ってるのだ。うん、そうだよ。新しい艦艇部が届くまでの間ね。やったのだ。お休みなのだ。嬉しいのだ。かわいい服だね。ありがとなのだ。みんなで服の見せ合いっこするのだ。今アニスから聞いたよ。それがナノナノのお気に入りなのかい？なのだ。妖精さん、どうなのだ。感想を聞かせるのだ。そうね、まあらしいっていうか、無難な感じ。つまんない感想なのだ。まあ失礼しちゃうわ。あら、あんたいつの間に湧いたのよ。湧いたってひどいな。でもそのビビッドな服、テキーラのキャラにぴったりだよ。まあね。ほうほう、やるじゃない。なんじゃ、観客が増えておるな。夏目、すんごいイメージ違う。そっか。かわいいかわいい。やめんか、照れるではないか。確かに普段とは大違いね。いい目チェンショー。やだ。なんで和也さんがいるんですか？
いや、たまたま通りかかったらね。恥ずかしいです。全然すごく似合ってるよ。そうですか？これもなかなか小物がポイントね。おお、みんな揃っているな。どうだろう、私服はめったに着ないのだが。とても素晴らしいです。って髪の毛黒いですよ。ああ、インナーに合わせてな、染めてみた。そこまでする。ノープロブレム。エデンの最新先発システム、プチッとナノカラー、すぐに戻せる。なんで持ってんの？通販だ。あ、そう。いやでも壮観だな。みんながみんな私服だなんてとっても新鮮だよ。なら和也も着替えるえ？そうだおめえも私服くらい持ってんだろ。まああるけど。のだ。ぜひ見せてください。今逆に浮いておるぞ。確かに浮いてるか。よーし、わかった。待ってて。あら張り切っちゃって全然想像つかぬの。楽しみなのだ。ちょい悪で攻めてきたりして。まさかどうしたのだ。あ、いや、着慣れぬ服ゆえどうもしっくりこないのだ。特に袖周りがどうもな。すまん、大丈夫か？平気。それより粉ついてない？粉？ああ、手のひらについてしまったな。あらら、取れないわよ、私たちの鱗粉。そうなのか。やべ、隠れろ、タピオだ。僕だってちょっとは洒落たの持ってるもんね。よし、お待たせ。じゃほう。なぜそんな格好を？ーん。いや、最近は隊長としての自覚がしっかりしてきたと思っていたのですが、どうやら早計だったようです。すみません。すまね、和也。以上のことから、いくら休息とはいえ艦内を私服で徘徊しても構わないといった軽率な行動に至る理由は見つかりません。ごもっともです。では今後も自分自身の立場に対する認識をより深め、エンジェル隊の隊長として模範的かつ自重ある行動に期待します。よろしいですね。はい。では。はあ、こってり絞られた。和也。なんだよ。すまねえ。スケープゴートご苦労。いきなり来たもんだからさ。わらわたちも隠れるしかなかったのじゃ。不幸な事故なのだ。出るに出られませんでした。元気出して。またね。みんなひどいや。まあこういうこともあるさ。笑ってごまかすな。ベーグルから白波くん。はーい。おや、元気がありませんね。調子が悪いのですか？いえ、問題ありません。ちょっと副長に叱られただけです。なるほど。ではノアさんよりあなたの現在の状態を送ってほしいとの連絡がありましたので、お時間があるようでしたら医務室まで来ていただけますか？わかりました。
一度部屋に戻らなければならないので少し遅れます。はい、構いません。よろしくお願いします。さて着替えなきゃな。さっきの浴びってわけでもねえけど俺も付き合ってやるよ。いいよ、気にしてないし。いいから人の脅威は素直に測っとけって言うだろ。人の行為は素直に受けとけ。あ、そっかとにかく体を調べんだろ。多分暇なんじゃねえの。俺が話し相手になってやっからな。分かったよ。ならお互い制服に戻ってまたここに集合ってとこかな。あ、いいよ。それじゃあ後で。さっきのアニスの服さ、なかなか似合ってたよ。アウトドアって感じでよかったろ。いや、サバイバルって感じかな。ちげえね。そんじゃあ後で溶接具持ってくっからよ。はい、手間をおかけします。いいってことよ。ってカズヤ、それにアニス。どうも。おっす。どうかしたんですか？悪いな、ちと急いでんだ。先生に聞いてくれ。はい。またな。まあいいか。お邪魔します。入るぜ。どうもご足労いただきましてすみません。とんでもない。ところで班長、どうかしたんですか？怪我でも？いえいえ、クロアさんではなくクッキーさんがちょっと。え？まあ急を要する問題でもないんですが、前回の戦闘で船がとても激しく揺れたもので。副長がやったウルトラディバイドシーケンスだ。その時に培養層の固定具が少し壊れまして、より頑丈に固定し直してもらってるのです。ああ、それで溶接具。はい。どの辺が壊れたんですか？向かって右下の固定具です。本当だ、ひびが入ってますね。ちょっとした船の揺れでガタつくようになってしまいました。ノアさんの警告通り、万が一にもクッキーさんが出てしまうと危険ですからね。念には念を入れておきませんと。そうですよね。では白波くん、スキャンを済ませてしまいましょう。ベッドに横になってください。わかりました。よっと。スキャンを開始します。少し時間がかかりますよ。はい。ガキの頃聞かされた昔話でもしてやろうか。おいおい、僕は寝つかない子供かい。俺もほとんど忘れちまってるけどな。ってちょっと、どっから出したのそのお菓子。食う？ピリ辛アミーゴじゃんか。嫌だよ。一応ベッド付近は飲食禁止なのですが。家庭こと言うなよ。先生も食う？美味しいのですか？ああ、ピリッとしててなかなかいけるぜ。やめた方がいいですよ。それすんごく辛いですから。そうは言ってもスナック菓子じゃないですか。私こう見えて辛党なんですよ。どれどれ。この程度の辛さ。すごい汗ですよ。大丈夫ですか？ちょっとお水を。はははじゃないだろう、もう。なあ、俺さ、スキャン終わってんじゃねえの？先生遅えな。アニスが変なもの食べさせるからこんなことになるんだ。まあまあ。いや参りましたね、どうも。リキッドシュガーをコップ一杯飲んでようやく収まりましたよ。も
猛烈な辛さですね、あのお菓子は。すみませんでした。あ、いえいえ。なあな先生さんよ、スキャンもう終わってんだろ。あ、そのようですね。はい、もう起きても大丈夫ですよ、白波くん。よいしょっと。なんだ今の音は。クッキーから聞こえた気がする。クッキーには絶対直接触れちゃダメ。自我を吸い取られるわ。ハリケーンキーはあ、危なかったぜ。これはいけません。ベーグルよりブロートさん。ああ、なんで先生、今向かってんぜ。急いでください。大変な事態になりました。わかった、すぐ行く。アニスさん、クッキーさんに触れないように。ああ、分かってるよ。それより和也がやべえかな。あ、血吐いてら。ナノナノさん、ナノナノさん。ありがとう。いやいや、アニスさんもありがとうございます。あの時白波くんを蹴ってくれなかったらどうなっていたことか。ああ、いいっていいって。カズヤ、首の骨が折れてたのだ。そうですか。よっしゃ、がっちり固定したぜ。先生見てくれ。ああ、はいはい。おお、これはこれは。よかった。元通りじゃん。もう大丈夫そうですね。ありがとうございます。いいってことよ。クッキーは無事なのだ。ええ、以前の状態と何ら変わりありません。よかったのだ。ナノナノさんにもご心配をおかけしました。クッキーはナノナノの元なのだ。心はなくても大切な仲間なのだ。そうですね。お腹が減っているんですか？そうなのだ。実はご飯の途中だったのだ。ナノナの食堂に戻るのだ。ありがとね。お礼はデリシャスバー1年分でいいのだ。こりゃ参った。さて、じゃあ部屋に戻っかな。アニス、あ、本当にありがとう。蹴り飛ばしてくれなかったらきっと大ごとになってた気がするんだ。助かったよ。だからもういいって。照れくせえな、もう。待って。邪魔したな。失礼しました。いやー、アニスの勘には何度助けられたかわからないよ。もうやめろ。褒められんのは苦手だって何度も言ってんだろ。それ以上言うともう一度蹴り飛ばすぞ、こにゃら。わかったわかった。あははは。それじゃあ話題変えるけどさ、新しい鑑定部が届くまで実質休暇だよ。何しよっかねえ。どうしたの？特大のため息ついて。休暇なんだろ。うん。くっそー。どうしたのさ。トレジャーハントしてんだよ。トレジャーハント？なんでまた急に？足りねえだろ。目と鼻の先によ、600年も隠れ続けた星があんだぞ。ずーっと人間が降りてねえんだぞ。まさに前人未到だ、前人未到。前人未到ね。どうでもいい。だからどうしろと。ダメだ、我慢なんね。ここに取り合う。ねえ、ちょっとダメだよそんなの。聞いてみなきゃわかんねえだろ。だからって
いきなり館長のところへ行くなんて非常識だってば。うるせえ。ごめんなさいね。一応頑張ってはみたんだけど。いえ、とんでもありません。おいここ、ほらアニスってば。アニス？ちょうどいいや。あんたの方が話が早そうだ。アジート少尉、通信に割り込むとは何事です。言わんこっちゃない。あんた、アニスなの？え？やだー、リンク通じて聞いてはいたけど、本当にアニスじゃない。大きくなったわね。あんたも知ってるわけね、俺のこと。当たり前じゃない。ガラムにもマサラにも何度か会ってるもの。ケルシー・サンタローザが奉公に出る時もお世話になったわ。そういや王様がそんなこと言ってたっけ。何？私に用なの？館長に聞きなさい。いいっすかねココさん。仕方のない人ね。どうぞ。やったー。遺跡とかねえの？お宝のありそうな場所だよ。スプライトに？そうそう。はっはー。あんたトレジャーハントしたいんでしょ。なんだよ、分かってんじゃん。血は争えないわね。どうなんだ、あんのか？興奮しちゃって。もちろんスプライトだって長い歴史があるわ。遺跡だってあちこちに残されてるけど、でもどれも人間には小さすぎて入れないわよ。なるほど、ダメか。残念だったわ。ああ、思い出した。一箇所だけ人間サイズのがあるわ。なぬ？600年前に妖術師たちが根城に使っていた洞窟よ。妖術師って言っとけ、マジックを支配した奴らのことだよな。そうそう、セルダールの討伐隊に追われてスプライトに落ち延びた極悪人ども。ならお宝持ってきてたんじゃねえの？ああ、お宝ね。確かにあったけど、代々のアジート家に頼んでちょっとずつ変換しちゃったわ。おやじじじひじじひじじひじじ余計なことしやがって。って待てよ、おい、600年人間は降りてねえんじゃなかったの？そうよ。ちゃんとスプライトの秘密を守るために別の中域で引き渡したんだもん。ってことは持ち出したのはあんたらか？もちろん。キラーン。キラーンなんでもねえ。とにかくよ、その場所教えてくれ。行ってみっから。まあ、なんか渡りに船な感じ。彼女は鼻が利きますから。え？何の話？はい、ここまでよ。ちょっと静かにしてて。ハーコットさん、先ほどの件ですが。はいはい、ではさっき言った通り申し訳ないんだけど、ケルシーとサンタローザ同行の上 2,3 人までなら OK ってことで。本当にごめんなさいね。いえいえ、ご了承いただき感謝いたします。それじゃあまた。おい、降りていいんだな。まったく、星を代表する人との通信に割り込むなんて本当なら厳罰者よ。ああ、わかったわかった。ごめん、二度としねえ。だからいいんだろう。降りても。心ここにあらずね。どうなんですか？今ハーコットさんが言ってた通り、ケルシーさん、サンタローザさんの同行が必須。人数も 2,3 人までよ。だから降りていいんだな、俺。和也くん、一緒に行ってあげて。了解です。すごく綺麗だよ。こんな空の色見たことない。幻想的って言葉がぴったりだな。妖精以外にこの星に降りるのって約600年ぶりよ。
夏目のご先祖様以来ってことだよね。そうね。よっと。あ、なんかあそこの山の間光ってるように見えない？あれ、こうだっけかな。ねえアニス、なんだ。さっきから何やってんの？トレジャーハント用の道具を準備してんだよ。そんなの後にすればいいじゃんか。せっかくこんなに綺麗な景色が見えてるのに。うるせえ、もうこれで終わりだ。よっしゃ、完璧。何なのその道具は。 3D マルチなんとか。なんとかって使い方分かってんの？あったぼうよ。こいつはセンサーで地形を読み取って地図を作ってくれんのさ。へえ。この丸いキーホルダーみたいなのは？なんたらかんたらコンパス。要するにコンパスだな。すんげえのは近場の磁場を無視して必ず北と南を指してくれんだ。ほんほん。このゴーグルは？んたらソナーゴーグル。光のねえ場所でも音波で物が見えるようになる優れもんだ。もちろん赤外線モードもついてるぜ。はあ、なんかどれも高そうだね。返せ。ああ、これでよし。このリュックはお前が持て。あっと、なんだ結構重いな。イエーイ。ハントトレジャーハントってか。はしゃぎすぎはしゃぎすぎ。うるせえ、これがはしゃがずにいられるかっての。モノホンの遺跡だぜ。モノホンのおいねえねえ、なんで宝物がないのに洞窟に行くの？そうよ、何もないって分かってるのに。今はなくても昔はあったんだろ。雰囲気だよ、雰囲気。たまにはそういうところで探検ごっこくれしねえとな。勘が鈍っちゃうぜ。そんなもんかしらね。そんなもんですわよ。ほらほら、早く案内しろ。ちょっとやめて。初めて来たけど嫌な雰囲気。なんか気持ち悪い。出そう。出るって何？そりゃねえ、あれでしょ。あれ？おいおい、二人とも気が乗らねえならシャトルで待ってろよな。俺らのおもりばっかってのも面倒だろ。ゆっくり休んでてくれ。和也と言ってくからよ。別に面倒じゃないけど。でも確かにここには入りたくないかも。そうしろそうしろ。パイロットの相手も知ってほしいしよ。私も降りたいです。そうね。ならそうさせてもらうわ。うっしゃ、決まり。和也行くぞ。ああ、ちょっとねえ、あれが出るかもって。うっせ、ガキみたいなこと言ってんな。だってあれだよ。早く来い。ぶっ飛ばすぞ。とほほ。へへへ、監視は消えた。これでゆっくりお宝を探せるぜ。ねえねえ、戻らない？まだそんなこと言ってんのか、このチキン野郎。だってさ、薄気味悪いよ。それに宝はもうないんでしょ。バーカ、妖精の大将のなんだっけ、オーゴッド？ハーコット。そいつが言ってたじゃねえか。
こっからお宝を持ち出したのは自分たち妖精だって。だからおめえ鈍いなあ。あの能天気な連中だぞ。絶対取りこぼしがあるに違えねえだろ。そんなもんかな。そんなもんだ。いいから行くぞ。説明。二股だよ。ああ、それにちょっと暗くない？今んところはピンとこねえな。後ろ向け。え？リュック向けろってんだよ。ああ、はいはい。これとこれ持て。 3D マルチなんとかとなんたらかんたらコンパス。そうだ、俺が合図するたびにこのスイッチを押せ。そんで俺と同じ方向いてコンパスで方位も教えろ。今どっち指してる？同じ方向を向いてっと。東南東かな。よし、進むぞ。曲がり角だよ。スイッチと方位。南西だね。行くぞ。また二股だ。スイッチと方位。東北。よし、次だ。行き止まり。スイッチと方位。ほぼ南。次。また行き止まり。スイッチと方位。真北。そうか。アニス、なんだ？こういう行き止まりの壁って怪しくないの？向こう側に何かあるとかさ。確かにそんな時もあるが、これはピンとこねえ。多分ただの壁だ。ピンとね。どうしろがゴタゴタ言ってんな。それ貸せ。ああ、乱暴だな。なるほど。スイッチを押すたびにスキャンしてたんだ。そういうこった。へえ、すごいすごい。ゲームみたい。ちょっと静かにしてろ。あ、はい。今んところ感覚とはずれてねえな。ズレって？俺が覚えた道順とこのマップが一緒だって言ってんだ。うるせえ、静かにしてろ。ごめん。この角が3つ前だから。なんてこった。僕は道順なんてとっくにわからなくなってる。でもアニスは全部覚えてるんだ。あー、そっか、ここか。ま、アニスならありえるか。よし、行くぞ。あ、はいはい。またまた二股だ。んだ、またかよ。めんどくせえな。おい、どっちがいい？おめえが決めろ。そうだな。右？なら左が当たりだな。ひどいや。んじゃ、右に行くぞ。ちょっとこっちは外れなんでしょ？ああ、お楽しみはとっときさ。ひどいや。ねえ、ちょっと休まない？さっきからずっと上り坂だから疲れてきたよ。どうしたの？表だ。あ、本当だ。光がある。行くぞ。あ、待って待って。何やってんだ。早く来い。へえ、すごいすごい。絶景だ。変な構造してやがんな、この洞窟。待てよ。
あは、見張り台か。ここが？妖術師たちの根城って言ってたろ。なら十分に考えられる。なるほどね、眺めがいいわけだ。カメラ持ってくればよかったな。お気楽な野郎だ。アニスに言われたくないよ。ちげえね。じゃあちょっとここで休憩すっか。いいね。よっこらしょっと。よいしょ。ブッなんだよ、アニスだって疲れてるじゃんか。うっせえ、おめえと違って神経使ってんだ。ああ、そうですか。いいから少し静かにしてろ。へいへい。どうしたの？ま、確かになかなかのもんだと思ってな。景色がよ。アニスのお眼鏡にはかなった？ああ、いろんな遺跡を見てきたが、ここが特別なのは認めるぜ。ここのところさ、いろいろなことが矢継ぎ早に起こりすぎだよね。こんなに心が解放されたのは久しぶりだな。なあ。ん？何？ウィルはよ。何をしてんだ？わからない。自分たちの文明を僕たちに受け継がせたいみたいだけど。マジークのハッキング放送でソルベは神と女神が現れるって言った。ロゼルはもういねえ。今度こそお前を神にするつもりか？どうなんだろう。敵の真意は今のところ全く読めないからね。奴らがアライアンスの人たちにしたことだって意味不明すぎる。住民を樹脂で固めて拘束し、あんな廃墟みたいな状態にして一体何をしようとしてたのか。3ヶ月前パルフェは今ある文明を消すって言ったぜ。そうだね。その一環だったのかな。固まったアライアンスの連中を解放したんで、ソルベの野郎結構慌てたらしいな。うん。またイレギュラーって言われたってココさんの報告書に書いてあった。つまり奴らにとってはかなり想定外のことだったのかも。なんかこうして今回起こった一連の件を改めて話すと不可解なことが多すぎてちょっと気がめいるよね。僕の幽体離脱と月の動力の関係も、新たなるゲートキーパーの出現と彼を含むゲートキーパー全員の奇妙な行動も、緑の月の出現と月たちの自立行動も全て謎のままだ。グレンの剣に書いてあった文字だって半分しか。和也。言い出しっぺが言うのもなんだが、あんま気落とすなよ。とにかく頑張るしかねえだろう。何があったってお前と一緒なら絶対に切り抜けられる。時空の壁さえ越えちまう俺たちの力を信じようぜ。なんとかなるってな。アニス、ごめん、僕の悪い癖が出た。そうだよね、僕とアニスの愛はゲートを起動させるほど。愛って言うな。きっと無限回廊だって開けるようになるさ。そしたらこっちから乗り込んでウィルの本拠地を抑えてやろう。ああ、殴り込みだ。
アニス、みんな、そして全ての人、全ての宇宙、どんなことがあっても守らなきゃ。アニス、ちっとも何もないじゃんか。こっちは当たりなんでしょ。うるせえ、黙ってついてこい。もう言ってんな、この牛野郎。八つ当たりしないでよ。スイッチおい。はいはい。方位は東。なんだと？東だって。よく見ろ。やっぱり東。貸せ。ああ、本当に乱暴だな。何かあったの？見ろ、今ここだ。あ、このまま進むと入って最初にあった二股に戻る。道が円を描いてるね。しかも内側には道が伸びてない。ひょっとして何かある？いかにもだな。ま、調べてみっか。おい、後ろ向け。よっと。それはウンタラソナーゴーグル。一周すんぞ。そんな急に？アニス、待っててばー。置いてかれたら真っ暗闇だ。止まれ。これでここ見てみろ。ほら。気持ち悪い。早く。分かったよ。まったく。あ、ここだけ色が黄色っぽい。今度は外してみてみろ。ほら、ここだ。小さな亀裂があるね。ゴーグルは今赤外線モードになってる。つまりこの裂け目からあったけえ空気が流れ出てんだ。それじゃこの向こうに何かが？そうかもな。よし、ハリケーン。蹴るの？また光だ。表かな？多分な。下り坂だね。ああ、だからあったけえ空気が昇ってきてんだ。早く行ってみようよ。ねえ。あんま期待すんな。こんなわざとらしいのは大したことない証拠だぜ。うわあ、すごい。へえ、なんか中庭みたいだ。この木だけだね。これで行けるところは全部回っちまった。やっぱお宝は全部引き上げられてんだな。結局パーコットの言う通りってことか。ハーコットさんね。名前なんざどうでもいい。くそー。ちょっと、木がかわいそうだろ。なんか落ちてきた。なんじゃこりゃ。あ、カフカフの実。そっか、これカフカフの木なんだ。いってえな、こんちくそー。よかったじゃない。なんで？この木ってエデンでは100年に一度しか花を咲かせないからさ、実は高く売れるんだよ。知ってろ、そんなこと。でもノイエじゃ毎年咲いて実をつける。4年前ならいざ知らず、今じゃ価値が暴落してはした金にしかならねえ。1個5000ギャラくらいにはなると思うけどな。そういうのをあげないってな。やめて、バッチ。帰れ。
どうかした？アニス？ちょっとアニス？どうし…アリス！何なの今の！あ、アリス！ちょっとしっかりして！アリスってば！アリス！呪い？ええ、どうやらそうらしいのです。医学的には何の異常も見つけられませんでした。倒れた時の報告内容からもしやと思い、カルーアさんに調べていただいたのですが。カルーア、そうなの？このカフカフの身には呪いがかかっています。おそらく木そのものが呪われてるのでしょう。それでアニスはどうなるの？どんなことが起きるの？一応調べましたところ、この呪いはですね、発動すると被呪者の心理的精査を反転させるようです。心理的精査の反転？どういう意味？簡単に言いますと、男の人は女っぽく、女の人は男っぽくなってしまいます。女であるアジート少尉が男っぽくじゃと大変なのだ。いや、全然大変じゃないよね。普段と変わらないではないか。驚かせよってよかったのだ。そうなるのかしら。はあ、安心した。ところでさ、なんでそんな呪いの木があんな場所にあったんだろう。わらわに思い当たる節があるぞ。何なの？その昔マジークを追われた例の妖術師団じゃが、組みする女子は皆一様に武々しかったと聞く。それじゃあ、あの実を食べて男っぽくなってたってこと？おそらくな。そりゃ女性よりも男性の方が戦いには向いてるかもしれないけど。意味が見出せん。少なくともセルダールの女騎士には男に勝るとも劣らない気概が備わっている。カズヤさんが食べなくてよかったですね。あ、そうだね。女っぽくなった自分なんて考えただけでもゾッとするよ。なんなのだ。ね？カズヤも女っぽいところがあるからきっと変わらないのだ。きっと。アニス？ん？大丈夫？平気かい？ええ。あ、よかった。ちょっと失礼。はい、やはりどこにも異常はありません。もう起きても大丈夫でしょう。今上着をお持ちします。上着？どこか痛むのか？親分どうしたのだ。とにかく落ち着いてください。先生！いや、これは一体。なんで私こんな服着てるの？裸同然でしゅ。いやいやーん？なるほど、こうなるんですのね。いやは？アジート少尉が女らしく呪い？はい、
呪いは心理的な性別差をひっくり返すわけなので、その人の男っぽいところが女っぽくなってしまうのですわ。それでもともと男っぽかったアニスさんが女っぽくなっちゃったの？そうなんです。なんかいつもの服も嫌みたいで、今着替えています。あの服の何が嫌なのかしら。裸同然で恥ずかしいって。お待たせしました。リコ、ずいぶん時間がかかったね。はい。結局アニスさん本人の服ではどれもお気に召されなくて、そこで T ラウンジの制服が切り替わったことを思い出したので、古い方の制服を借りようとメルバさんに相談に伺ったところ、試作品に可愛いのがあるということで、とにかくアニスさん、どうぞ。にゃー、まあかわいい。どうも。とにかくここに。ありがちゅー。これは呪いなのだろう。ならば連気で打ち消せるのでは。この程度であればおそらく。嫌でしゅ。あんながさつな性格に戻りたくないもん。しかしこのままではさまざまな支障が出はしまいか。我々のメンタル面も含めてな。絶対に嫌でしゅ。これが本当のアニスなんだもん。うわー、今切る、すぐ切る、この場で切る、はい切る、イエーイ。まあ性格が違ってるとはいえ、本人が拒否してるんですし、ここは少し様子を見ましょう。優しい。いやー、とにかく和也くんの言う通り、しばらくは様子見ということにしましょう。でもエンジェル隊の職務に支障をきたすようなら速やかに元に戻ってもらいます。それって横暴だと思う。人権侵害でしゅ。はい、解散よ。和也くん、あとは任せたわ。なんとかしてね。逃げた。丸投げですわね。これがマイヤーズ流か。ランカリフラワーなんちゃって。なんかすごいことになっちゃいましたね。これからはアニスちゃんって呼ぼうかしら。親分、戻らないのだ。その格好もなんか気持ち悪いのだ。嫌でしゅ。おへそ出すなんて信じられません。私の立場は。そっちもそこで拾うな。ねえねえダーリン。ダーリンって？和也さんのことに決まってるじゃないですか。そう。アニスのことはえへへ、ハニーって呼んでね。ごきげんよう。いとまする。さらばなのだ。頑張ってください。まあまあ、それでは私も失礼。みんな急にどうしたのかしら。いや、別に何でもないんじゃないかな。みんなひどいや。それよりダーリン
はい。アニス、お腹空いちゃった。おいちい。これもそれもどれもすんごくおいちいでしゅ。よかったね。おいちいからダーリンにもあげまちゅ。はい、あん。いらないいらない、いりません。いりますいります、いただきます。あんははい、おいち。おいしいよ。僕はカズヤ、宇宙一の流され男さ。お待たせ。デザートのレインボーパフェです。ちょっと頼んでないよ。サービスサービス。ほら、上のクリームと下のクリームを混ぜ混ぜすると、不思議不思議カラフリャーな虹色になるんだよ。いやぬ、かわいい。ゆっくり楽しんで食べてね。はーい。ちょっと来い。なんだよ。てめえ誰なんだよあれはよ。あの美少女はよ。断りとよしを合わせつつ訳を述べたまえ。なんだそりゃ。お客さん、舐めてもらっちゃ困りますね。ことと次第によっちゃアニスに言いつけんずっくら。そのアニスだよ。あ、甘い、とろけるんるるんるん。あれが声も髪の色も同じだろ。それに髪飾りだって。このいちごちゃんプリチー。なんで。ちょっと呪われちゃってね。話すと長くなる。ダーリー、何やってんですか。早く戻ってきて、一緒に食べまちょ。わかった、すぐ戻るよアニス。いやんぬ、ハニーって呼んでって言ったでしょ。お前もいろいろ大変なんだな。助けてくれよ、頼むからさ。などおた落ち着け。誰が。ねえダーリン。はい。今視聴覚室でとってもロマンチックな映画が見られるんだって。あ、そう。行きましょう行きましょう。はい。その後ゲームセンターでぬいぐるみ取って。はい。あとねあとね。あれから3日か。和也さん、やつれてきました。大丈夫かしら。げっそりだったのだ。正気を完全に失っていたな。艦長よりエンジェル隊に緊急通達。至急ブリーフィングルームへ集合。以上。緊急ジェット。何なのだ。声が落ち着いてましたから敵ではなさそうですけど。とにかく行こう。そうしましょう。これが現在の艦艇部の軌道よ。すでにパイクの重力につかまって落下軌道をとっているわ。つまり何もしなければ確実に落ちる。だから早急に対処しなきゃならないの。そこで破損したエンジンを修復、軌道修正および加速を与え、スイングバイを利用してパイクからの離脱を考えたんだけど、ステリーネの話によると
損傷は予想以上らしくて、どうも時間的に間に合いそうにないのよ。どうしたもんかしらね。ついてないな。ソルベに壊された鑑定部がこんなことになってるなんて。どうかしら。何かアイデアはない？どうぞアニスさん。いや、アニシュちゃんって呼んで。アニスちゃん、どうぞ。自爆がいいと思います。ドッカーンって。そうすれば細かくなってみんな燃え尽きちゃうわ。何よ、この子とうとうイカれたの。ひどい。アニスイカれてません。どう見ても聞いてもイカれてるじゃない。様々な事情があってこうなりました。申し訳ありませんが、今は触れないでください。とにかく自爆は最終手段よ。クロノストリングの解放はあんたが考えてる以上に強力なの。アライアンス中域に影響を与える可能性があるわ。残念。他にはない？何かしら、リコちゃん。漂流している鑑定部は主翼部で追いつけるスピードなんですよね。ええ、大丈夫よ。それならシールドを最大値にセットして直接押してみてはどうでしょう。無理ね。鑑定部の総出量を考えると主翼部の出力じゃ足りないわ。心中コースよ。ですか。他には？良いかの？もちろん。夏目さん。アライアンス艦とこの船、それに全紋章機で攻撃して粉々に破壊するというのはどうじゃろう。鑑定部って頑丈なのよね。ちょっと時間がかかると思うわ。やっぱり間に合わないんじゃないかしら。そっか。なんか八方塞がりですわね。困ったな。大行地弟より艦長へ。私よ。艦艇部軌道修正限界点到達まで1時間を切りました。了解、ありがとう。ノアさん、タイムリミットね。仕方ないわ。アニス湾で行きましょう。やったー。そしてやるからにはパイクとの距離が遠い方が望ましいわ。ここ。わかりました。早速準備に取り掛かります。それじゃね。では臨時ミーティングを終わりましょう。解散。ステリーネより艦長。私です。艦艇部クロノストリング解放ボルトへの V チップアクセスをイネーブルに設定可能。わかりました。ご苦労様。さ、はい。やっぱりやるの？ええ、出ないとパイクに落下してしまうわ。いいんじゃない？落下しても。そんなわけにいきません。ちょっと！爆破が終わるまでステリーネさんからの通信をカット。わかりました。クールアンドトライ。シールドパワーを艦艇部方向にシフト。最大出力。了解。全ブロックに対ショックシーケンス通達。了解。半径10万フルスキャン準備。了解。では副長、やっちゃって。了解。解放ボルトへのリンク完了。艦艇部自爆まで10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。リリース。フルスキャン開始。はい。いやはやエルシオールの時もすごいと思いましたけど、
衝撃波も半端ではない。頭に響きました。目がチカチカするのだ。おう、猛烈。問題発生。艦首先端が残っています。爆発により加速されパイクに進行中。燃え尽きずに地表に達する確率は30から 40% です。微妙なところね。確かに。ではこのアニスちゃんにお任せ。はい。ダーリンと一緒に壊してきまーしゅ。大丈夫かしら。もう満タイ。私たちのラブラブパワーでコッパみじんよ。副長はどう思う？アジート少尉の状態はともかく、このサイズなら合体紋章機のパワーで問題なく処理できるかと。そう。和也くんはどうなの？はい、副長のおっしゃる通りです。ブーストされたレリックレイダーの攻撃力ならおそらく破壊できると思うので、とりあえずやってみますよ。ならお願いしようかしら。わかりました。それじゃあアニス。はハニー、先に格納庫に行って待っててくれるかい？ラジャーン。早く来てね。おい和也、本当に大丈夫なのか？はい、そこでリリーさんにお願いがあります。もしうまくいかないようなら。どうしたの？なんか止まっちゃった。てへてへじゃないでしょ。しっかりして頑張るんだアニス。いやーな、何度言わせれば気が済むの？アニスじゃなくてはにいグリ。和也くん、その出力じゃ艦首に追いつけないわよ。了解。仕方がない。にゅ？ダーリン何してるの？ちょっとコントロールをこっちに移すよ。どうして？ごめんよアニス。いやハニー。こうするしかないんだ。許してくれ。リリーさんお願いします。はい、わかった。すまんなアジート少尉。何が？アニスわかんない。大麻連想剣奥義プチブレイカー。あれれアニス大丈夫？戻った？アニスってば。返せ。え？コントロールを返せ。あ、そうか。戻したよ。うわ艦首への被弾を確認。結果は？何？ど
どうしたの？消滅しました。蒸発したっていうの？おそらく。これが奇跡か。ちゃうちゃう。お疲れー。無事破壊できたみたいやな。なんや元気らしいな。せっかく元に戻れたんやさかい。おいやぶーん元に戻れたんですね。よかったですわ。先ほどはすまなかった。体に大事はないか。アリスごめんね。これが本当のアリスなんだもん。もう無理やり解除して。甘いとろけるんるるんるん。大丈夫？いや、アニッシュちゃんって呼んで。一応医務室行くかい？グリアニス。ダークスラッシュサンダーバーン。お前らやっぱ見てたんだよな、全部。いや、見てない。何も見てないぞ。みんな合わせろ。おそうじゃそうじゃ。知らんぞ。何もな。記憶にありません。ちょっとずるい。いや、ほら、私ずっと引っ込んでたからねえ、プディング。そうなのだ。親分はダーリンなんて言ってないのだ。バカ。親分泣いてたのだ。あれ、なんかこんなこと前にもあったような。はあ、ダメか。カズヤ、どうだったのだ？ダメ。全く反応なし。そうか。まあ、あれを全部覚えてるんじゃねえ。アニスさんの性格だけにむごい。もっと早くに戻すべきだった。はあ、艦長より白波少尉。白波です。風くん、間もなく新しい艦艇部と合流するわ。今後のことも踏まえて副長とミーティングを行います。ブリッジまで来てちょうだい。了解しました。もうなんでこんなタイミングでこんなことになるんだ。よりによってエースのコンディションが最悪だなんて。今襲撃でもあったりしたらくそ。カズヤ、ん？しっかりするのだ。そんなんじゃナノナノたちだって元気なくなっちゃうのだ。ごめん。大丈夫なのだ。親分はこんなことくらいでいつまでもいじけてないのだ。
ナノの言う通りじゃな。アジート少尉のことだ。2、3日もすれば復活するだろう。何言ってんの。2、3時間の間違いでしょ。2、3分かもしれませんね。和也はそう思わないのだ。そうだね。みんなの言う通りだ。ありがとう。なのだ。親分が出てきたらゲームに誘ってご機嫌取っておくのだ。だから和也はココのところに行くのだ。わかった。聞いてた通り新しい鑑定部が届くみたいだ。コンバインシーケンスになると思う。一応大事を取って接続が終わるまでは全員自室で待機してて。了解なのだ。それじゃ。白波入ります。停止。この場で待機です。了解。半径5万をフルスキャンしなさい。了解。通信波にも異常がないか調べるように。了解。なんだ慌ただしいな。ああ、和也くん。何か異常でも？ええ、今一瞬、本当にわずかな時間だけど予兆波を感知したの。なんですって？でも反応自体とても小さくて、ひょっとしたらノイズを誤認識したのかも。だといいんですが。事態がはっきりするまではこの場所で待機するわ。ええ、エンジェル隊にも減圧警報？何事です？フロア3に減圧発生。レベル5です。レベル 5？ 行きます。待ちなさい。ピロティには迎える。もう緊急密閉フィールドは作動したんだ。アリス！空にきらめいた無限の星、僕ら見つめてる風は少し冷たく儚い。夢に溶ける君の手に触れたぬくもりから果てない未来が見えて切な。その時気づいた大切なもの Cause you're not 丸星は震えてた寂しさを笑顔に変えたそうさ。超えてゆくあの扉の向こう、君と共に誓う白いメロディー。少し疲れた。大丈夫？ああ、平気さ。オーブは順調に構築されているわ。感じているよ。少しずつ力が増しているからね。よかった。
それじゃあ私も実に移行しようかしら。それがいい。ああ、やっとだわ。そうやっとだ。この世界に神と女神が戻るのね。